はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。前回までに1番2番側と3番4番側それぞれ作りました。これはもうここで OK なので、次にやることは真ん中、これとこれをつなぐためのシャフトですね。これで作っていきます。では、まずは素材がもう切ってあるので旋盤にかけて作っていきます。まずはセンタードリルからやっていきます。はい、それぞれ、こっちから予定寸法の16、ほぼ16です。あれ、16.001。まあ、こんなもんですね。はい、こちらができました。両センター加工していましたが、少し触れが気になったので四つ詰めに変更して加工しています。はい、シャフト部分、旋盤作業分ができたので、次はギアの加工をやっていきます。ギアの加工は全体の厚みを整えて、段付きをちょっと作るっていう程度ですね。ギア加工するためのジグはもうできてるので、これに入れて、でチャッキングすると。片面が終わったので、反対側も同じように加工していきますね。これで予定寸法まで行きました。次はフライスに行って、このギアの仕上げとこのセンターシャフトの残りの作業ですね、やっていきます。はい、1個前の工程で作ったこの歯車に肉抜き用の穴作ってきます。8箇所ですね。そしたらまずはセンターを決めると。よし、こんなもんだね。これでセンター決まったので、よしと。中心が決まったらサークルモードにして半径が17ミリ、エンターでスタートアングル0でエンドアングル360、
穴数は8だからプラス1の9。エンター。これで OK。計量が終わりと。はい、では次はこのシャフト部分作っていきます。これはスプロケを作っていきます。市販のスプロケつけてもよかったんですけど、ちょっとボスの直径が小さくてちょっと使えそうもなかったので、13丁のスプロケぐらいなら作れるかと思って一応もう作ることにしました。バイスにセットできますね。これでかな。よし、これでよし。じゃあまずはセンター出すと。だいぶ小さいね。こんなもんでいいでしょう。これで X0Y0 でドリルと、この先はまたセンタードリルで今度は13個穴開けてきます。3ミリで開けると。だんだんスプロケっぽくなってきましたね。まだ刃先作ってないのでこのままではちょっと使えないですけど、このリューターと、手やすり使って残りは仕上げてきますね。歯車はバリ取り終わりと。引き続きスプロケの仕上げを進めていきます。はい、もうだいぶスムーズになりましたね。仕上げをして特に問題はないと思います。ここにセット、こっちにギアつけてます。よし、これだけスムーズならいいでしょう。さて、じゃあいよいよジグの製作進めていきます。これがジグの材料ですね。主だったものは鉄の板3枚とりあえずあります。これはもうモノタロウで寸法指定して、作ってもらったやつですね。四角く、もう最初の四角削りがめんどくさいのでもうそうしてます。それとまだ切ってないですけど、これも材料ですね。これは素材で買った方が安かったんで素材で。あとはリニアシャフトとリニアガイド、これを使っていきます。じゃあまずは材料のカットですね。
これで材料のカット終わりました。よし。ではまずは、この上ベースと下ベース同時に進行していきます。作り方としては、この2枚の鉄板板をもう角でちょっと溶接しちゃって、で2枚同時に進行していきます。はい、4箇所点付けしました。これでいいですね。4箇所にリニアシャフトのつく穴開けていきます。ドリルの下穴が終わったらボーリングバーで予定の直径に仕上げていきます。よし、じゃああと3箇所やってしまいます。1個間違って開けてますが、まあこれは良しとして、ここ16ミリなので、ここはそんなに精度いらないから16で開けちゃっていいかな。はい、くっついてたのここ溶接のところを引き剥がしてきました。実際にはこういう位置関係で使いますけど、はい、次ですが、次はこいつにこれをくっつけたいんですよね。スライドガイドの高さですね。余りが出ちゃうのでスペーサー入れなきゃなんないんですよね。なのでスペーサーを作るっていうのを先ですね。これははい、素材切り出したので、これを加工していきます。はい、片面終わり。反転させて同じように反対側もやります。両面できたのでちゃんと入るね。突っ切ります。でここで突っ切ると。とりあえず半分熱いやつ。これがここについて、
とりあえずは問題なしと。まあ次の2個も同じ作業なので出来上がりまで一気にスキップします。はい、先ほど作った丸いやつ、こんな感じで4個できたので次の工程に進んでいきます。ではこれをここにセットと。まあいい感じで固定できましたね。リニアガイドを入れるための穴を開けていきます。まずは重心出しですね。針の振れもほぼなくなったので、ここを原点とします。あとはボーリングバーで開ける。これどういけるか。よし、このぐらいならいいね。ガタもないし。 OK というわけで、これをあと4箇所、あと3箇所ですね、やらなきゃいけないですけど、まあ手順的にはもう全く同じになるんで、ここもタイムラプスで飛ばしちゃいますね。ここまで進めといてあれですけど、ジグを作るよりもプレスを改造する方が良かったのではないかと思い始めてます。まあでもいずれプレスも改造していこうとは考えています。まあ今回はこのジグを使って進めていきます。はい、これでうまくいきました。ブッシュのスペーサーもあるので、はい、シャフトの部分と仮組みしてみました。いい感じで動きますね。こんな感じでスムーズに動きます。これだけスムーズで剛性があればまっすぐ入ってくれると思うんですけどね。次は柱を立てて押し込むための板をくっつけていきます。次の作業はこいつに柱を立てていくことですね。この柱を作っていきます。柱作るんですけど、この柱の長さをぴったり揃えとかないと上につける天板が傾いちゃうので、この長さをピシッと揃えることをまずやっていきます。よし、綺麗な面ができたと。
点付けですが3箇所全部3本柱立ちました。これで OK ですね。はい。ではジグ組み立てていきます。ここは力がかかる場所ではないので OK です。で、こいつがここに取り付けられると。はい。スムーズだ。で、ガタもない。OK。で、これをプレスで押す形ですね。いよいよセンターシャフトの組み立てです。こいつをここに入れると。入れるんで、焼き場目でいこうと思います。とりあえず温めますね。はい、もう温まったので、では、あまりすぎたか。よし。これでよし。はい、ギアの部分焼き場目できましたね。最後にベアリングをプレスで押し込めばセンターシャフト完成です。はい、さていよいよ組み立て準備ですね。まずは1番2番側から進めていきます。まずはこれを加熱しなきゃならないですね。予定温度は220度ぐらいにしときましょうか。210度で30分。これでいこう。はい、先ほどオーブンに入れた部品の相方ですね。こいつは冷却をします。そしてこれはドライアイスで冷却してきます。IPA を準備してあるので、この中に入れてきます。で、これに漬け込むと。冷えますね。あとはここに入れて、とりあえずは冷却と加熱が終わるのを待ちます。はい。では加熱も終わったので、セットしますか。まずは熱い方を持ってきて、冷たいのを所定の位置に置くと。セットして、でセットして、はい、こんなもんかな。比較的軽く入るね。はい、片方入りました。で、これは粗熱取れたら冷却して、もう一回冷却です。冷たい方をセットと。よっ。そして次のセットと、セットして、よいしょ。
一見問題なさそうですね。実際測定しないと分かんないですけど、これはじゃあ常温になるのを待ちます。なんとか組み立てできた。はい、今はこの状態だとセットしただけ、もうプレスで押しただけですね。なので結構ずれてますね。こっちでこのぐらいずれがあるし、反対もそれなりにずれがあると。完全には多分消えないと思います。 0.25 近くずれてるんで、さすがにこれはまずいと。まずこっちの芯ブレをなんとかしないとね。こっちに曲がってますね。なのでこれをちょっと叩くと。あんまりずれなくなってきたね。一発で結構いいとこまで来たので、反対をやっていこうと思います。これ以上いじってもいいことは特になさそうですね。くらい。こっちはこっちでやっぱり盛大にずれてますね。しょんないですね、こればっかは。最初にやった時と同じように、少し叩いて修正してきます。叩くとき注意するのはコンロッド軸より先を叩かないことですね。こっちはなかなか一発では決まりませんでした。なんとかこの振れの数字が少なくなるように頑張ってきます。そして調整を繰り返した結果がこちらです。芯出しの調整してたんですけど、はい、折れました。マジか。ここで折れるとは。やっぱ電スバー系列じゃやばいのかな。やばいというか脆いんですよね。ここを叩いたらここが折れたと。なんでしょうね、もともとやっぱ少し弱くなってたのかもしれないですね。ちょっとこの軸が細いかもしれないです。あとは電スバーを使っての素材とした問題があるかな。前回うまくいったんですけど、前回はうまく運が良かったというだけですね。しょんない。これはもうここで終わりです。気分変えて、とりあえず設計変更やらなんやらで次正直すげえ時間かかると思います。のんびりお付き合いいただければと思います。もう最悪。気分入れ替えて、とりあえずは設計変更ですね。今回問題だった場所をなんとか修正したプランを作りたいです。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回はいつになるか不明ですが、のんびりお待ちください。